世界史面白楽しの歴読もです。今回は中世ヨーロッパ、13世紀フランスの王様の話です。中世一のイケメン王フィリップ4世。この王様、西ヨーロッパの国々が中世から近世へと移行していく過渡期のキーマンで、世界史的に結構重要な王様です。腹心に教皇を殴らせたというとんでもない事件を起こしたことで知られています。強大な権力と威厳で西ヨーロッパ各国を従えていたローマ教皇を怒りのあまりに死なせたアナーニ事件。時代が動いたエポックメイクな出来事はフィリップの命令で遂行されました。フィリップ・ルベル、つまりイケメンフィリップ。これはベルサイユ宮殿に残る肖像画ですが、ちょっと鼻筋通り過ぎ。ただお父さんもひいおじいちゃんもこんな感じです。確かにイケメンで背も高かった模様。ただし性格がえぐい。米国非常、身勝手自己中。膨大な借金を踏み倒すのにユダヤ人は追放するわ。テンプル騎士団は火あぶりにしちゃうわで、やりたい放題な王様です。このイケメン仏王、野望のストーリーを紹介していきますが、今回に続いてフィリップのライバル、英国王エドワード1世や悪徳教皇ボニファティウス8世についても動画をアップしますので、チャンネル登録よろしくお願いします。フィリップは1285年、13世紀後半に勇敢なだけが取り得ぬフィリップ3世の次男として生まれます。生まれたのも死んだのもパリ郊外のフォンテーヌブロー。今だとパリから電車で30分のところですが、このフォンテーヌブローは王家の狩猟地として知られたところで、ハンティング付きのフィリップならではな場所です。世界遺産に登録されている宮殿と庭園は後世のもので、フォンテーヌブローに広がるこの森がフィリップゆかりの空間になります。フィリップ2歳の時に母と母のお腹にいた弟が亡くなり、続いて一つ下の弟ロベールも亡くなります。父王は悲しみから逃れるべく政治に没頭したので、子供たちとは全く過ごさなかったようです。3年後に父王が再婚してママ母ができますが、なんとその2年後に長男である兄のルイが死にます。そして8歳のフィリップが王位継承者となるのです。兄ルイの死はちょうどママ母が男の子を産んだ年だったので、まことしやかに毒殺説が流れます。母親だけでなく兄と弟が死に、残るはフィリップと弟のシャルルのみ。そこに生まれた腹違いの弟は兄の名前と同じくルイ。毒殺説の真偽は謎ですが、フィリップの幼心は恐怖や猜疑心に苛まされたのではないでしょうか。そして8年の歳月が流れ、16歳のフィリップはスペイン北にある小国ナバラ王国の女王であり、シャンパーニュ伯爵でもあるジョアンと結婚します。これによってフィリップはナバラ王国とシャンパーニュの共同統治者となるのですが、このシャンパーニュを手にしたのが大きい。フィリップの野望に火を灯す一端となります。フィリップが結婚で手にしたシャンパーニュ地方ですが、この時代のヨーロッパ商業圏を見ると、いかに高立地なのかがわかります。十字軍以降、ヨーロッパでは大規模な遠隔地商業が展開されました。イタリアのベネチアやジェノバ、ピサを中心とした地中海商業圏。ドイツのリューベックやハンブルク、ブレーメンといったハンザ同盟を中心とする北海、バルト海商業圏。そしてこの2つの商業圏を結びつけるのが内陸の商業圏の中心となったシャンパーニュ地方の大きな定期位置なのです。シャンパーニュは三方から川が流れ込んでいるので、先に挙げた2つの海の商業圏から物資を運ぶのに最適なのでした。シャンパーニュが王家の直轄領イルドフランスに隣接していたのもメリットでした。フィリップにしてみればウハウハなジョアンの持参金だったわけです。結婚の翌年、父王が病死し、フィリップは16歳でフランス王に即位します。で、フィリップ、父王は勇猛なだけと言われた王様だったこともあり、名君として知られる祖父のルイ9世をリスペクト。我がフランスをもっと強大な国にするぞ、と、まずは目障りな大陸内のイングランド領を奪おうと戦争を起こします。加えて古くから毛織物業で栄えるフランドル地方も手に入れようとしますが、フランドルに原材料の羊毛を輸出しているのがイングランド。当然イングランドはフランドル地方の応援をします。つまりフランスは北と南で戦争を始めることになるのです。
このフィリップ4世、イケメン王の他に寡黙王とも呼ばれて、口数のとても少ない人でした。ただこの寡黙さには訳があり、じっちゃんの名にかけて強国を目指すフィリップなんですが、サントの飯よりハンティング好き、狩猟のシーズンオフだけパリに戻って成住するという王様でした。とはいえ、いろいろやらなきゃいけないのは分かっていたようで、法律家や銀行家を集め、ザ・コモンダン、レジストナルを作り、もろもろ任せます。つまり、僕ちゃんは狩りで忙しいからお前たち仕切っとけというシステムを作ったわけです。だからフィリップ、詳しいことはわからない。静かです。つまりめったに意見を言わないので、寡黙王と呼ばれたわけです。人によっては顔がいいだけの王様だから何も喋れんのよねと言い、実は裏での指示出しを悟らせないために寡黙だったという見方もあります。このレジストという仕組み、官僚システムとして国の中央集権化に大いに役立つという結果をもたらします。フィリップが望んだ自らの手に絶対的な権力を持つという野望に近づくシステムでもあったのです。実際この後に展開されるフランス絶対王政への道筋を切り開く仕組みになりました。フィリップ最大のライバルといえばローマ教皇のボニファティウス8世です。フィリップはボニファティウスの自堕落な性質も嫌悪してましたが、教皇が西ヨーロッパ全体を牛耳るというのがとにかく気に食わなかった。そんな教会憎しもあり、対イングランドとフランドルとの戦費を調達するために、それまでタブーとされていた教会聖職者への課税に手をつけます。教皇は、教会に課税なんてあかんやろと直書を出しますが、ラーチ開かず。次に老練な飴玉作戦で、フィリップが尊敬する祖父ルイ9世を聖人に列するという懐柔策に出ます。一方のフィリップはローマ教皇が波紋の鞭をちらつかせながら脅すと、フランスからの貴金属やお金の持ち出しを禁じます。フランスにある教会からの税金や献金がローマ教皇のもとに入らなくなるわけです。フランスの教会からの収入はかなりなものだったので、窮した教皇は一計を案じます。来たる1300年を青年とし、ローマに巡礼すればこの世の罪から逃れられると発表。多くの巡礼者がローマを訪れ、バチカンの金庫を大いに潤します。ボニファティウスはイエス・キリストを称して、自分の身すら救えなかった人が何をしてくれるだろうか、と暴言を公言。聖人と謳われた祖父ルイ9世を崇拝し、キリスト教の真の守護者は自分だと思い込んでいるフィリップは、悪行三昧のボニファティウスや、教会ばかりが懐を肥やしているのが断じて許せませんでした。打倒ボニファティウスとフィリップ。ついたあだ名がイケメン王サイレンス王からの経験王という別称です。ヒートアップしたフィリップとボニファティウスの関係は、ついにアナーリ事件を起こすこととなります。アナーリ事件とは、故郷アナーリにいたローマ教皇王、フィリップの不審の逃れと、ボニファティウスの教会内の旧敵、名門コロン家のシアッラが結託して吸収した事件です。この時逃れが教皇に平手打ちを食らわせたとも、殴打したとも言われています。何でも逃れの両親は異端者として火あぶりに処せられ、その刑を宣告したのがボニファティウスだったとか。逃れにとってフィリップ王の命令は願ったり叶ったりだったわけです。教皇拉致後、逃れは教皇をパリへ連行し、弾劾裁判にかけると主張。シアッラはその場での殺害を主張して意見が対立します。二人の対立が3日続くその間に、ローマからの手勢が教皇を救出しました。ローマに戻ったボニファティウスですが、あまりの出来事に奮し、教皇のプライドズタズタで亡くなります。直接の死因は肝臓病とも腎臓病とも言われていますが、アナーリでの恥ずかしめが引き金になったのでしょう。フィリップがえぐいのは、ボニファティウスの死後も弾劾の手を緩めなかったところです。その執念深さはすごい。ボニファティウスの名を異端者として教皇のリストから消し、その骨を掘り起こして焼き、その灰をまき散らすことを望んだといいます。アナーニ事件の後、フィリップ36歳の時に最愛の王妃ジャンヌが亡くなります。死因は産直、妊娠による障害ですが、フィリップによる毒殺説もささやかれました。7人の子供を授かるほど愛した王妃へに、何らかの疑いが愛を憎しみに変えたのか、シャンパーニュ地方やナバラ王国を独占したかったのか。とはいえフィリップは再婚によって莫大な資産を手に入れることもできましたが、戦費の獲得に終始していたにもかかわらず、生涯再婚しませんでした。
ただ王妃の死後、フィリップの冷酷さに拍車がかかっていきます。ボリファティウス8世の死後、教皇となったベネディクトゥス11世はわずか8ヶ月で急死。死因は赤痢と言われていますが、毒殺説も流れました。次に教皇となったクレメンス5世は、当時英国領だったアキテーヌ地方出身でしたが、アキテーヌはフランスの臣下でもあり、またクレメンスはフィリップの若い頃からの友人でもありました。クレメンス5世は先のボニファティウス8世による勅書の撤回や、5年間の教会財産の所有権をフィリップに与えます。また教皇庁での猶予を得るべく、多くのフランス人を枢機卿に任命。ボニファティウス同様、親類縁者の徴用もはばかりませんでした。1309年、クレメンス5世によって教皇庁がバチカンから教皇の一つであるアビニョンに移されます。アビニョン捕囚として知られる出来事で、フランスをフィリップの圧力による移転と言われ、捕囚と言いますが、むしろローマでの貴族間の争いなど、不穏でデンジャラスなローマの空気が要因とされています。過去何代か前からの教皇もイタリア国内ではありますが、多くの時間をバチカン以外の場所で過ごしています。聖書のバビロン捕囚になぞらえ、教皇のバビロン捕囚と言ったりしますが、教皇がイタリアにいないことを嘆いたイタリア詩人ペトラルカによる表現です。とはいえ、フィリップの干渉が全くなかったというはずもなく、実際ローヌ川を挟んだアビニョンの対岸には、フィリップが建てたビルヌーブ・サンタンドリ要塞がアビニョン教皇庁に目を光らせています。ちなみに2020年山川発行の世界史 B では、フィリップの圧力で教皇庁を移転させたという説のままですので、受験する方は補習で覚えてくる。フィリップが最後に目をつけたのがテンプル騎士団の資産です。テンプル騎士団は当時ヨーロッパ中に銀行システムを展開し、フランスでは一時期国の金庫すら預け、出納を任せるほどの関係でした。フィリップは膨れ上がる騎士団からの借金を帳消しにしようと中傷キャンペーンを始めます。教皇の時同様、異端の罪、偶像崇拝、非跡の否定、同性愛などで告発。フランス中のテンプル騎士たちを逮捕し、その財産を差し押さえたといいます。その後、拷問による異端審問が行われ、騎士団は解散。総長のジャック・ド・モレーほか2名をパリのノートルダム寺院なるステ島で火炙りの刑にします。この時モレーはフィリップ4世とクレメンス5世に呪いの雄たけびを発し絶命したと言われています。モレーの呪いなのか、フィリップはこの火炙りの刑の8ヶ月を大好きなハンティングの最中に脳梗塞で亡くなります。クレメンス5世に至っては刑の翌月死亡、しかも遺体の置かれた教会に雷が落ちたと言われています。フィリップに残された4人の子供たちも息子3人は全員フランス王となりますが、いずれも短命でカペー長は断絶。イングランド王妃になった娘のイザベラが王位継承問題を引き起こし、仏英100年戦争の悲劇となります。